ご視聴ありがとうございます。今回は今まさに熱い JR 嵯峨野線を取り上げます。観光シーズン真っ只中の路線の現状と JR の施策、少し離れた区間の意外な実情に注目です。ここは日本有数の観光都市、京都の玄関口、京都駅です。東海道新幹線、JR の在来線各線に加え、近鉄線と市営地下鉄も乗り入れます。鉄道各線だけでなく、京都市内をカバーするバスへの乗り継ぎ拠点でもあります。外国人観光客は感染症が拡大した2020年以降は大きく落ち込んだものの、2023年5月に感染症の扱いが変わってからは激増し、京都は一日中混んでいます。ちなみに訪日外国人客の推移がこちら。2023年の後半からは2019年の同月を超える月が出始め、2024年には通年で感染症の拡大前を上回っています。2025年もこのままいけば2024年を上回ることがほぼ確定しています。京都の街中は今やどこも観光客ばかりで、嵐山にある竹林の小道ではすれ違う人は外国人ばかりです。竹に傷をつけて落書きするなど問題も頻発。嵯峨野線では踏切から線路内に入って写真を撮る人も目立ちます。看板を立てたり、踏切の横に黄色いトゲトゲを置いて抑止しているものの、全部無視して入り込む外国人が後を絶たないといいます。警備員も配置されているものの、いたちごっこ状態です。先日ご紹介した阪急嵐山線では、車内には英語と中国語と韓国語で書かれたマナー啓発ポスターがあり、鉄道会社も対応に力を入れています。今回ご紹介する嵯峨野線の混雑問題も、観光需要の激増が原因というほど単純ではありません。平日朝の京都駅の映像から始めます。到着した列車から乗り換える乗客が乗り換え通路を走っており、結構殺伐としています。時刻は7時50分。到着したのは普通京都行きです。嵯峨野線の乗り場には線路が4本あり、映っていない一番左の線路には嵯峨野線及びそれより先の山陰線系統の長距離特急などが発着します。この線路は4本のうち唯一、線路の両側にホームがあります。向かって右の34番乗り場が降車専用ホーム、左の33番乗り場が乗車専用ホームです。嵯峨野線のホームは改札への動線がホームの突き当たりにあるため、先頭車両が混みます。降車専用ホームは幅が狭く、降りる乗客でいっぱいです。途中に他の動線がないため、ホームに降りたら先頭までじりじり歩かなければならず、タイムロスが大きいのです。京都駅では、降車専用ホーム側のドアが開いた後で、乗車専用ホーム側のドアも開きます。ただし、すぐに開けると降りる乗客でホームが混んでしまうので、こちら側のドアが開くまでは1分ほどかかります。ドアが開くまで車内で待つ乗客が結構いるところに、降車専用ホームに降りてからホームを出るまでにかなり時間がかかることが伺えます。観光地としての側面が注目されがちですが、京都は日本有数の大都市であり、企業や学校もたくさんあります。大阪などへ通勤する人もいるので、平日の朝ラッシュには当然そうした需要もあります。嵯峨野線は長大路線である山陰線のうち、京都駅から園部駅までの区間につけられた愛称です。嵐山や保津峡といった観光地を有するとともに、滋賀や大阪方面へ行く人の足でもあります。嵯峨野線京都駅の構造は他のところにも影響しています。時間を戻して同じ日の朝の7時にワープです。ここは嵯峨野線の愛称区間の終点、園部駅です。特急列車も止まる近隣では比較的規模の大きな駅です。一般列車は園部駅で系統分離されており、基本的に乗り換えが必須。一般列車は上り方面も下り方面も1時間に1本ですが、日中の上り方面は京都駅直通の快速なのに対し、下り方面は普通列車ばかりです。快速は園部駅から京都寄りのみで運行され、亀岡駅までは各駅に止まります。朝7時だけあって、園部駅の横の留置線から車両が続々と出てきます。一旦下り寄りに出てからホームに入ってきます。
私が園部駅から乗るのがこちら、7時6分発の快速京都行きです。8両編成で、最後尾には嬉しい糸があります。嬉しい糸は正式には快速嬉しい糸と呼ばれ、関西圏の快速列車に設定される有料指定席のことです。JR 西日本では、2019年に新快速に A シートを導入、通勤特急楽々播磨を新設したのを皮切りに、近畿エリアでの着席保証サービスを強化しています。快速嬉しいとは、既存の快速列車などの座席を使用した新サービスとして導入されたものです。近畿エリアのほか、後に広島近郊エリアにも拡大されています。指定席は、各列車の最後尾の車両の進行方向後ろ寄りの区画が基本。他のエリアとはのれんで区切られています。この車両は京都駅から下り普通列車として園部駅まで来たもので、園部駅到着後に乗務員がのれんをかけています。指定席区画では乗務員室寄りのドアを専用乗車口としているほか、立ち席利用が禁止されています。のれんはフックで引っ掛けられるタイプで、車両へのハード面の投資はこののれんと、運転席の後ろのステッカーだけのようです。座席のヘッドカバーなどにも、特段表示はありません。新快速の A シートのように車両を改造したり、楽々播磨のような専用列車を仕立てるのとは根本的に思想が異なり、初期投資を抑えられます。嵯峨野線の平日朝の上り列車で嬉しい糸があるのは、7時台の2本。今回はこの嬉しい糸に乗って、園部駅から京都駅まで行きます。私が乗る列車では、前寄りの車両に向かって歩く乗客が見えます。京都駅の動線が一番前にあるので、乗るなら前寄りというわけです。嬉しいとは最後尾。この位置関係がどう作用するのか、ここからの状況に注目です。7時6分、園部駅を発車です。乗車記録の割に山にかぶさっている深い霧が気になりますが、これは丹波霧と呼ばれる、この地方特有の霧です。嵯峨野線は嵯峨嵐山駅から馬堀駅の間で山を突っ切っており、そこから下り寄りでは寒い時期の朝に霧が出ます。この日の京都は朝から快晴で、この霧も途中でなくなるのでご安心ください。深い霧の中でも京都の紅葉は存在感があります。それはそれとして車内の様子がこちら。嬉しいとの座席数は全部で15。座れる場所が20席あるのに比べて少ないのは車両の運用が理由です。この車両の座席は横4列ですが、横3列の車両で運行されることもあり、その場合に座席が不足しないよう、横3列分しか座席を売っていないのです。横4列の車両で運転される場合も追加の販売はしません。座席割は横3列の車両に合わせているため、上り列車に向かって左側の通路席には誰も座らないです。要するに、左側の窓席を予約しておけば、隣に誰も来ないということです。指定席料金は、通常機が530円、換算機が330円。ネットのチケットレス予約ならいつでも300円なので、ネット予約一択です。なお、園部から京都までの運賃は590円。50% 上乗せで着席保証というわけです。園部駅は始発で、大半の乗客が前寄りの車両に乗るので、この辺りには乗客がほとんどいません。嬉しいとは私以外に誰もいないので、実質的に乗客ゼロの状態です。園部駅を発車する時点では一般席も空いているので、あえて嬉しいとを選ぶ人はいないようです。しばらくは各駅に止まるものの、一般席の乗客がじりじり増えていくだけで、嬉しいとには一向に誰も来ないです。嵯峨野線の上り列車では、進行方向左側に田んぼが広がり、右側だけに住宅が並ぶ光景があります。これは左側に大きな川があり、その周りに住宅を建てるのを避けたからです。それなりに市街地が広がっている区間もありますが、田んぼや畑もまだまだ目立ちます。2013年には、次の亀岡駅の周辺が台風で浸水しており、都市化を加速させるには地理的不安も残るエリアです。亀岡駅を発車です。亀岡駅でついに他の乗客が乗り、私を除いて2人になりました。2人が座ったのは 2A と 3A。進行方向右側、
後ろ寄りの座席です。一般席はまだ余裕があり、優先席に座らず立ってる人がいます。亀岡駅の2023年度の1日平均の乗降客数は16,714人。亀岡駅には特急も止まるだけあって、嵯峨野線内では乗降客数は比較的多い部類です。ここからは通過駅があります。馬堀駅、保津峡駅を通過。この辺りはかつては保津川に沿った単線区間でしたが、高速化とスピードアップのために新線に切り替えられ、合わせて複線化されています。列車は保津峡駅を時速100キロで通過していきます。山あいのトンネルを抜ける間に霧が晴れていっているのがわかります。最後のトンネルを抜けると霧はすっかりなくなり、どこまでも青空が広がります。次が佐賀嵐山駅。乗降客数の割と多い駅ですが、ここでは嬉しいとに乗ってくる人はいません。隣に停車しているのは、園部駅をこの列車の5分前に発車した普通列車。佐賀嵐山駅で5分停車し、この列車を退避します。京都駅の最初のカットで、乗客で激混みだったのがあの列車です。佐賀嵐山駅から京都駅までの所要時間は、こちらの快速が12分なのに対し、あちらの普通は19分。普通列車も所要時間はそこまで長くないです。また、どちらの列車も後ろ寄りの車両は結構空いていることもあり、課金してまで嬉しいとに乗る人はいないようです。二条駅では 3A に座っていた人が降りてしまい、嬉しいとの乗客は実質1人だけになります。亀岡から二条までなら、1本前の普通列車でも所要時間はそれほど変わらず、かつ座れそうなだけに、よほど着席にこだわっていたのでしょうか。嬉しいとの利用状況がいつも同じなら、隣に誰も来ないであろう状態を求めていた説もあります。二条駅の辺りから車掌がのれんの片付けを進め、二条駅を出たところで残っていたのれんも片付けます。朝の下り列車にも嬉しいとはありません。終点の京都に到着です。ここは改札や乗り換え通路への動線から一番遠い場所のはずですが、すでにドアの前には乗客がいます。車両が止まる前からじりじりとドアに近づいており、日が経っているのがよくわかります。私が降りると、忍者のようなスピード感と足取りでみんな乗り込んでいきます。嬉しいとがあまり混まないことと、降りる乗客が少ないから座りやすいことを知っている玄人の動きです。ホームの一番前に到着です。左側通行を守らない乗客もいて、結構危ないです。それほど混んでいない列車に300円課金して、ホームを端から端まで20メートル ×8 両で160メートル歩かないといけないようでは、嬉しいとは魅力に欠けると言わざるを得ないです。私が乗っていた列車の折り返し、7時55分発の普通園部行きが発車です。後ろ寄りの車両は人がぎっしりで、乗り込むスペースもありません。かと思いきや、ドアを閉める直前に滑り込む人もいます。その一方、ドアとドアの間は人がまばらで、詰めればそこまでぎゅうぎゅうにならなそうな気もします。座席がクロスシートで通路が狭く、奥まで入りにくいことも、ドアの周りが混む要因です。車止めの後ろにはこんなモニターが、空いている車両を具体的な位置とともに案内しています。列車によって4両と6両と8両があり、それぞれに応じた案内があります。そしてモニターを眺めていると、こんな案内も流れてきます。ホームの奥に忍者がいる。刀で切られるエフェクトと手裏剣が飛ぶアニメーションの後に別の文言が出てきます。手裏剣をたどって正体を暴け。早速奥へと進みます。柱には忍者参上とデカデカ書かれたポスターが。降りた後は気づきませんでしたが、前寄りが空いていますのアピールポスターも延々と並びます。まだまだ進みます。ターミナル駅から出る郊外路線の場合、朝の下り列車はそれなりに空くことが多いですが、嵯峨野線の下り列車は前寄りの車両も混んでいます。先ほど出た列車と入れ違いに、次の下り列車が到着です。あの列車は到着後、折り返しの回送になるので乗客は乗れないのですが、混雑する車両を嫌って乗車位置に並ぼうとする人もいます。ドアが開くと乗客が大量に降りてきます。
両数は4両と少なく、それが折り返し回送になる理由のようです。ホームの床面にある手裏剣を追いかけます。たどり着いた先がここ。普通の1サイズの忍者マネキンがいます。造形はそこそこしっかりしており、手は手裏剣を構えるポーズ。以前は実際に手裏剣を握っていたのか、接着剤が剥がれたような跡があります。奥にはもう一人いて、こちらは忍法なんとかの術的なセリフを言う時のポーズです。その横では8時3分発の園部行き普通が発車です。次の列車は16分発で、間隔が13分開くため、乗り込む乗客で混雑します。ドアを数回開け閉めし、ようやく発車していきます。あの忍者はもちろん観光客を前寄りの車両に誘導するためのものです。ただし存在を知る機会が少なすぎるので、外国人の注目度は低め。他のホームから離れた嵯峨野線のホームに着いた時にはげんなりしている人もいて、先に進む人は少ないです。一旦ここで嵯峨野線の歴史と混雑が悪化した理由、 JR の対策を解説です。嵯峨野線の愛称がついたのは1988年。元は全線単線で、1976年に京都2条間の高架化が完成した時も単線での高架化であるなど、輸送力増強は遅れをとっていた路線です。輸送力増強が本格化するのは1970年代以降。1979年、昭和54年に京都園部間の複線化と京都綾部間の電化が決まり、保津川に沿って大きく迂回していた今の嵯峨嵐山駅から馬堀駅の間の複線新線の建設も着工されました。1988年には京都駅に山陰34番乗り場が増設されています。これは今の32番乗り場と33番乗り場で、ターミナルである京都駅の施設の拡充を複線化とともに進めるものでした。嵯峨嵐山駅と馬堀駅の間の新線は JR 西日本発足後の1989年に開通。保津峡駅が今の場所に移転しています。旧線はそのまま残され、今では嵯峨野観光鉄道の路線としてトロッコ列車が運行されています。純粋に観光需要を当て込んだ乗り物で、外国人観光客にも大人気で、紅葉シーズンの列車は大盛況。嵯峨野線の乗客増加に寄与しています。なお、嵯峨野観光鉄道は嵯峨嵐山駅の下り寄りで嵯峨野線の下り線を使っており、向きによっては下り線を逆走します。渦政駅が開業したのは新線開業の直後です。また、当時まだ単線だった並河駅と吉富駅に行き違い設備が追加され、列車本数の増加への対応が進みます。一部の駅では行き違い設備は一線スルー構造と呼ばれるものになっています。これは上下線のうち片方が駅の前後で直線になるようにし、通過列車はそちらを通すことでスピードを落とさなくて済むようにする構造です。翌1990年には京都園部間が電化されています。国鉄分割民営化の影響で他の区間の複線化工事は一時延期され、1996年に2条花園間が高架化され、地上線の跡地を活用して2000年にこの区間が複線化されています。同日のダイヤ改正で朝ラッシュ時を中心に快速17本、普通14本が増発されています。円町駅が開業したのはこの時です。朝ラッシュと日中に快速が設定され、当時の円町駅では朝ラッシュのみ停車していたものの、2年後には全ての快速が止まるようになっています。2003年からは京都園部間の全線複線化と花園嵯峨嵐山間の高架化、嵯峨嵐山駅と亀岡駅の改良工事も同時に進みました。工事の進捗に合わせて段階的に複線化され、2008年12月に馬堀亀岡間、2009年3月に八木園部間、同年7月に京都丹波口間、9月に並河八木間、11月に亀岡並河間が複線化されています。2010年1月には丹波口2条間が複線化され、出来上がった区間から順次供用されていきました。全線複線化は当初の計画より1年遅れ、2010年3月の花園嵯峨嵐山間の複線化をもって完了しています。これを受けたダイヤ改正ではラッシュ時の快速が増発され、日中の運転間隔も均等化されています。これを受けて大きく変わった駅が
佐賀嵐山駅。線路が増やされ、上下線の列車がそれぞれ同じホームで乗り換えられる形態で待ち合わせができます。亀岡駅も同じです。これらの駅は駅舎が線路の上にある橋上駅舎と呼ばれる形態になり、機能も拡充されました。亀岡駅では、駅の改修後に北側の宅地開発が本格化するなど、一連の事業で町の発展にも弾みがついています。馬堀駅では改修に合わせて駅自体がカーブの内側に移動し、ホーム部分のカーブが緩やかになっています。この途中でも混雑は激化しつつあったため、点火前から朝ラッシュにはキハ47の9両編成が運行されるなど、混雑対策には一定の配慮がなされています。キハ47は両開きドアを備え、キハ40系列の中でも需要の大きい区間に向いた設計です。ディーゼルカーによる一般列車は、1990年の京都園部間の電化によって京都口から姿を消しています。ちなみに、1997年にリリースされたアーケードゲーム、初代電車で GO では、亀岡佐賀嵐山間が9線だった頃が再現されています。新線への切り替えは1989年で、リリースの8年も前。これは開発チームの人が佐賀の線を利用しており、9線に思い入れがあったからだという話もあります。一方、京都園部間が複線化された後も、京都駅の下り寄りには単線区間が残っています。この辺りを複線化するには大掛かりな用地買収をするか、既存の廃線を大幅に変える必要があり、実現の見通しは立っていません。この単線区間には関空特急はるかも通るため、ダイヤ状のネックになっています。また、関空特急はるかは京都駅の30番乗り場を発着しているため、佐賀の線の列車が使える乗り場が減る状況です。こちらは2029年度に京都駅の隣の山科駅が改良され、特急はるかが山科駅発着になると、京都駅の30番乗り場は佐賀の線専用になる予定です。2017年のダイヤ改正では、日中に京都佐賀嵐山間の普通列車が1本増発され、毎時4本になっています。佐賀嵐山から下り寄りでは減便されていますが、需要の大きいエリアの利便性を優先した結果です。2019年には、新駅である梅小路京都西駅が開業。佐賀の線で一番新しい駅がここです。京都鉄道博物館などへのアクセス向上のために開業した駅で、混雑緩和や利用者分散を狙った施策でもあります。そしてこの駅は、佐賀の線の混雑対策では別の意味でも重要な位置を占めています。一方、2020年から拡大したあの感染症の影響で、2021年3月のダイヤ改正では減便がなされます。日中の京都佐賀嵐山間の普通列車が毎時4本から3本に減らされ、2017年以前と同じになっています。その後、感染症の収束もあって乗客が増えたことで混雑が悪化したため、2024年春のダイヤ改正で日中の普通列車の本数が毎時4本に戻されています。ただし京都駅寄りの単線区間の存在もあり、朝ラッシュの本数はそこまで増やせていないです。感染症の拡大前を上回る観光需要も加わる中、車両は221系と223系という3ドアクロスシートの車両ばかり。関西では4ドアロングシートの車両も運用されているものの、梅小路京都西駅には3ドア専用のホームドアがあるため、4ドア車の運用はありません。快速だけなら4ドア車を入れられますが、普通列車しか止まらない駅もそれなりに需要があるので、混雑対策としてはいまいち。クロスシートの車両をロングシートに改造するのも、工事の手間やコスト面がネックなのか、実現していないです。佐賀の線沿線では、朝ラッシュは上り列車だけが混むわけではなく、沿線の学校や企業へ向かう人で下り列車も混みます。この特殊さに加えて、京都駅の動線の問題が、下り列車の後ろ寄りの車両の混雑を招き、朝の京都駅の混雑を助長している面があります。京都駅の佐賀の線乗り場では、ホームの前寄りに出入り口を作る構想があります。近隣の商業施設の建設計画に合わせたものだそうですが、実現するとしても何年も先です。佐賀の線の嬉しいとは、下り列車の場合は先頭車両の一番前に設定されます。一番混まないのがこのエリアだからであり、
他の路線では車掌が状況を把握できるように最後尾で統一されているのとは大違いです。こうした混雑は同じく京都駅を発着する奈良線にも当てはまります。京都駅の奈良線のホームもメインの動線が前寄りにあり、到着した列車からは乗客がバンバン降りてきます。奈良線のホームは真ん中あたりにも改札や乗り換え通路があるため、嵯峨野線ほど乗客が集中しないですが、それでも人が詰まって時間がかかります。なお、奈良線の嬉しいとは、平日と土休日のすべての快速と区間快速に設定されています。稲荷駅や東福寺駅など観光客でホームが混む駅もあります。夕方の列車では序盤は空いていたものの、稲荷と東福寺の両駅で人がドカッと乗り、京都に着く頃には満員です。秋の紅葉シーズンには奈良線の快速が稲荷駅に臨時で止まります。嵯峨野線には臨時列車が設定され、混雑対策に力が入っていますが、抜本的な解決とまでは言えないです。臨時列車のダイヤは駅のサイネージで確認できます。これらの列車が嵯峨野線や奈良線の利用状況や混雑緩和にどう貢献するか気になるところです。京都駅寄りの区間で混雑問題に悩む嵯峨野線ですが、別の区間では異なる問題が顕在化しています。それが嬉しいとの運用区間に含まれる亀岡園部間です。日中の一般列車は京都駅直通の快速が1時間に1本、園部駅で系統分離されており、園部駅から下り方面では普通列車が1時間に1本です。これは2022年3月のダイヤ改正で亀岡園部間が減便された結果です。改正前は一般列車が日中1時間あたり2本、快速と普通が1本ずつだったところ、おおむね11時台から15時台の普通の運転を取りやめたのです。また、土休日の夜間にも一部の列車が減便されたほか、行き先が変更された列車もあります。一般列車が1時間に2本から1本になるのも大きな変化ですが、2021年7月に減便計画が報道された当時は、日中はおおむね10時台から16時台で減便し、上下線合わせて12本が減便される計画でした。これが報道されると、本数維持に向けた沿線自治体の動きが活発化。亀岡市議会では、9月の議会で亀岡市域及び以北の地域鉄道の維持充実を求める決議を行い、さらには他の自治体や団体も続きました。これを受けて、減便範囲が狭められたというわけです。土休日の夜間の減便内容なども、乗客の利便性に配慮した内容とされています。さらに亀岡市では、今年2月から3月にかけて JR 西日本の株式を取得しています。取得金額はおよそ1億円。要望レベルの働きかけだけでなく、自らが株主になることで本気度を示す狙いがあります。亀岡市以外にも近年、自治体が鉄道会社の株式を取得する事例が増えています。亀岡市より前の2024年には、岡山県真庭市がおよそ1億円を投じて JR 西日本の株式を取得しています。真庭市は姫新線の沿線自治体で、株主として路線維持への発言力を高める狙いです。他にも、日南線沿線の宮崎県串間市などが、およそ1000万円を投じて JR 九州の株式を取得しています。これらは、いわゆる物言う株主の動きに倣ったものです。物言う株主はアクティビストとも呼ばれ、まとまった数の株式を取得し、経営陣の入れ替えや配当の増額といった大胆な提案をする投資家のことです。20年ほど前に日本でも台頭し、阪急と阪神の経営統合につながった事例があります。その後日本では一旦下火になったものの、ここ数年で再び脚光を浴び、京成電鉄に保有株式の売却を求めるファンドが出るなど、新たな展開も見られます。そして亀岡市では、株式の取得にふるさと納税が使われています。ふるさと納税とは、納税者が任意の自治体に税金を納められる制度のこと。納めた額は、一定の範囲内であれば住んでいる自治体への納税額から差し引かれるため、実質負担はほとんどありません。全国の自治体が税収を増やすため、ふるさと納税してくれた人に魅力的な返礼品を提供しています。手軽に返礼品が受け取れるとして、人気が高まっている制度です。
ふるさと納税では納税者が使い道を指定できる場合があります。亀岡市の場合、株式の取得に使い道を限定されたお金が使われており、一般財源からの支出ではありません。自治体が株式を取得することに賛同する人が出したお金が総額1億円という言い方ができるかもしれないです。なお、亀岡市に入る株主優待券は、ふるさと納税してくれた人に送られるのではなく、抽選で市民に配られるそうです。ただし、先ほど挙げた自治体が取得した株式数は、各社の発行済み株式数の 1% にも満たないです。これらの株式数でも、6ヶ月以上継続保有すれば、株主総会への議題の提案はできます。それでも最終的には他の株主の賛同も必要で、採算性の低い路線の本数維持や存続を目指す内容が支持されるかは不透明です。少なくないお金の使い道として適切なのかという議論もあります。園部駅では、緑の窓口が2025年11月末で閉鎖される予定で、合理化の波が続きます。混雑問題と減便問題が併存する嵯峨野線、今後に注目です。ご視聴ありがとうございました。